皆さんこんにちは。時刻は午後5時。今年の北海道ツーリングはここ金沢駅からスタートです。今回は帰省も兼ねているのでお土産の準備もバッチリ。午前中に予定があったため少し遅めの出発になりましたが、今回のルートはこんな感じ。昨年は金沢から福井は敦賀のフェリーで苫小牧に渡りましたが、今年はほぼ陸路で行きます。金沢から青森までを2日ほどかけて移動し、そこからフェリーで函館へ。北海道に上陸し、そこからツーリングを楽しんでいきます。今日は時間もあまりないので高速を使って新潟県の上越市まで進みます。そしてその後秋田でキャンプを1泊挟んで青森へと向かう予定です。上越から青森までは1日でも走れますが、フェリーの出港が14時半なのと、秋田県の男鹿半島を回りたかったのでこのスケジュールにしました。それでは駅の西口に止めたバイクへ向かいましょう。今回は初めてのキャンプを含めた長距離ツーリング。普段より積載も多くて少し不安ですが、このバイクと一緒に陸路で北海道へ行けることが楽しみで仕方ありません。上越ではいつもお世話になっている快活クラブに泊まります。ナビをセットして出発です。お気づきの方もいるかもしれませんが、前回の九州ツーリングからカメラの設定とヘルメットへの取り付け位置を変えています。前よりもよりライダーの目線に近い映像になっていると思います。映像酔いしやすい方は少し注意してみてもらえればと思います。前よりスピード感が増して見えるかもしれませんが、変わらず法定速度以内ですのでご安心を。ではまずは駅前を抜けて最寄りの IC へ。10分ほど走って金沢東 IC から北陸道へ入ります。ここからはひたすら高速で上越 IC まで北上していきます。日暮れまでに着くにはちょっと出発が遅かったですね。では到着まで少し時間があるので北海道に入ってからの予定をご紹介します。フェリーの函館駅は午後6時過ぎ。函館では祖母の家に泊まり、両親と合流する予定です。その後実家のある札幌に移動し、休んだ後に北海道一周ツーリングに出かけます。先にも話しましたが、今回は帰省を兼ねているのでいつもより少しまったりしたものになりそうですが、いろいろな場所を見て回りたいと思っているのでお楽しみに。なんて話をしているうちに富山の市街地を通過していきます。上越まで残り1時間半ほどです。その後も走り続け、少し日が暮れてきた頃にアリーソーミエスエイで休憩。だんだんと日が沈んできましたね。少し休んだつもりが思ったより日が沈んでいて焦ります。上越では美味しいと評判のラーメン屋に行きたいのでのんびりもしていられません。頑張って走っていきましょう。あっという間に真っ暗になり、富山と新潟の県境付近、ここは晴れていれば絶景スポットなのですが、真っ暗なのでしばらくカット。ということで上越インターまで進んできました。暗くて何も映らないので快活クラブまでカットです。金沢から2時間半ほどで無事に今日の宿へ到着です。急いで支度してラーメンを食べに行きましょう。ということで
やってきたのは麺屋ゴスケ。頼んだのは鶏塩シャンタン麺。海を煮込んだのかというくらい濃いあごだしのスープにトッピングの鶏が加わることでとてもバランスの良い味でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。その後は温泉に入って今日の工程は終了。お疲れ様でした。おはようございます。今日はここ新潟県の上越にある快活クラブを出発し、秋田県の井川町にある国家園キャンプ場を目指します。新潟から秋田までは高速が途切れ途切れなので乗り継ぎながら進みます。途中はあまり寄り道できませんが、早く着ければ男鹿半島を回れるのでそれを楽しみに走っていきましょう。ということで早速最寄りの上越 IC から北陸道で北上していきます。上越は快晴ですが天気予報では村上市付近で雨に降られそう。ということでひたすらに北上していき、柏崎市の辺りですが路面の感じから雨が降っていた様子。刈羽付近長岡市に抜ける山の天気がかなり怪しいですね。もう少し先で降るかなと PA を通り過ぎると大粒の雨が。気づけば道路に水が浮くほどの土砂降りにすでに全身びしょ濡れなので諦めて走り続けます。そしておよそ30分後、どうやら雨雲の下からは逃げられたようですが全身ずぶ濡れです。8月なので助かりましたがこれが9月なら確実に風邪をひいてますね。新潟市内に入る頃にはようやく晴れ間が。ただズボンもグローブもまだびしょ濡れ。このまま晴れが続くことを祈るのみです。そして晴れ間は続き黒崎 SA で休憩を挟みつつさらに北上していきます。中条本線料金所を通過。北上を続け朝日間幌場で高速は一度途切れるためここで降ります。天候が少し怪しくなってきましたね。どうか降らない。ガソリンが少なくなっていたので給油を済ませここからは7号線で先へ進みます。そして勢いよく進んでいくとまたしても雨が。せっかく乾きかけていたのに逆戻りです。しかし幸い通り雨だったようで5分ほどで雨はやみカラッとした晴れに。もうこれ以上降らないでほしいですね。ということで走っていき新潟県と山形県の県境付近。あいにくの天気ですが海沿いの道は気持ちがいいですね。そして山形県に突入。そろそろお昼が近づいてきたのでまた高速に乗る前に食べておきたいところ。ちょうど道の駅厚みがあったのでここでお昼にしましょう。服は乾きつつありますがブーツがまだぐっしょり。サンダルに履き替えて乾かしながらお昼を食べましょう。
レストランで注文したのはお刺身定食。地元の魚を使った豪華な内容でエビ、タイ、アワビまであります。ごちそうさまでした。せっかくなのでお土産に稲庭うどんとマグネットを。とてもいい道の駅でした。ということで再出発。靴もだいぶ乾きましたね。渥美温泉からは再び高速道路に。途切れ途切れの高速が早くつながってくれるといいですね。鶴岡 JCT 料金所からしばらくは高速を走っていきます。ここからは絵が変わらないのでサクサクと。酒田本線料金所をくぐり酒田港料金所と進み、きれいな1車線を走っていきます。武蔵が里で降りて、ここからは30分ほど下道。直進して秋田方面へ再び7号線での北上です。秋田へ突入し、またすぐに木坂 IC から高速へ。最短ルートはなかなか複雑。ナビに頼りっぱなしです。ということで北上して料金所を通って合流。あとはキャンプ場の最寄りの IC まで走るだけです。秋田方面に進み、本島は八郎型昭和 IC がキャンプ場の最寄りでしたが、ナビをよく見ていなかったため通過してしまい、仕方がないので次の IC で降りることに。5丁目八郎型 IC で降ります。ゲートに近づくとなんだか嫌な予感がしますね。ということで ETC が使えないためにカードを取り出して生産しなければならなくなったのですが、ちょっと時間かかるで別のところ。私の ETC カードはリアシートの下、つまりリアバッグとテントの箱、さらにサイドバッグまで外さないといけないんですね。これは大きなロス。ご丁寧に係の方が待ってくださったのですが、早く外さないと逆にプレッシャーです。ということでなんとか ETC カードを取り外し、生産を済ませ再出発。手前の IC で降りていれば30分以上節約できたと考えると悔しいですが、こればかりは仕方ないですね。男鹿半島を回る時間は短くなってしまいましたが大丈夫でしょう。切り替えてキャンプ場に向かいます。もともと男鹿半島は生ハゲ館と入道崎に行こうと思っていたのですが、現在時刻は午後3時過ぎ。ここから設営して向かうとなると厳しそうですね。時間制限のない入道崎にできるだけ早く行けるようにパッと設営しちゃいましょう。ということで IC から20分ほどで国家園キャンプ場に到着です。静かでいい雰囲気ですね。正面に見える建物で受付をするのかなと思っていたのですが、残念ながら受付は手前にあった別の管理施設。来た道を引き返してかなり急な坂を登って到着です。事前の下調べは大事ですね。受付をしていきましょう。無事に受付完了。
どうやら最近クマが出た模様。ビビりながらキャンプ場に戻ります。それでは設営開始。20分ほどで完了です。慣れていないためいろいろと時間がかかってしまい、気づけば17時前くらいになってしまいましたが、入道崎にどうしても行きたかったので、ここから再びバイクを走らせていきます。今からならちょうど夕日が沈む時間に入道崎に着けそう。逆にラッキーかもしれません。途中のガソリンスタンドで給油をしつつ、半島の先端を目指します。しばらく走ると巨大なナマハゲがお出迎え。いよいよ男鹿半島らしくなってきました。そこから半島の下側、海沿いを走って行き、ナマハゲラインに入っていきます。山沿いの道を走っていき、半島上部の海沿いに、いよいよ入道崎はすぐそこ。ということで旅館街を抜け入道崎に到着。すごく雰囲気がいいですね。駐車場は広いですが、平日の18時過ぎとあって空いていますね。バイクを降りてみると改めて景色の良さに驚かされますね。歩いて先の方まで行ってみましょう。すごいですね。綺麗に草が刈られていて、夕日とモノクロの灯台がとても綺麗です。こんな綺麗な景色を貸し切りで見ることができて、とてもラッキーでした。ここまで来た甲斐がありましたね。ということで最高の景色を後にキャンプ場の方面へ戻りましょうか。帰りは道の駅に併設されたお風呂に入ってご飯を食べて帰りましょう。その後は井川町方面へ戻り、お風呂に入り、駅付近で唯一開いていたお店でちゃんぽんをいただいて、今日の工程は終了。お疲れ様でした。おはようございます。金沢を出発して3日目の朝、熊にも会わず無事に朝を迎えられました。気温は10度台、8月にしては肌寒いです。もう少し厚着して寝ればよかったですね。さっと朝ごはんを食べて撤収です。朝露が乾かないうちの撤収だったので大変でしたが、無事完了。8時過ぎになってしまいましたが、バイクに積み込んで青森を目指して出発です。ということで今回の動画はここまで。次回はいよいよ北海道上陸編です。お楽しみに。それではさようなら。